信長の野望。新生 PK。新生、パワーアップしました。甲状腺とか追加されたみたいだな。弱小大名で大軍団追い返すとかも可能。早速城こもろうぜ。いや敵追い返して敵の城取っても弱小だと武将が足りず諦めたよ。おい。関ヶ原の戦いの田中積みすぎなんよ。田中の野望破れり。そんなわけでシナリオも関ヶ原を筆頭に、いくつか増えてる感じでございます。じゃあ新しいのなんかやるか？それはそれで先行配信の方々が大体やられてるので今更感満載でございません。始まる前からネタバレさ。そんなわけで大好物の征夷大将軍。まあ私義明好きじゃないけど、こいつ好きってやつはあまり聞かねえな。シナリオのおすすめ勢力で難易度は最高の星3つ、PK はじめにはちょうどいい難易度かな？難易度は新たに追加された超級。ただでさえ星3つの難しい勢力で選ぶやつじゃねえだろ。敵勢力の方が収入とか有利になるだけっぽいしまあなるようになるかな？でもやっぱ怖いからチュートリアルありにして序盤の施設ちょっと増やそっと。ズル入りまーす。なお無印版で信長包囲網の義明試したら、包囲網始まる前に信長に包囲されてたでござる。アホか。まあそれでもなんとかなったけど、お前もお前で大概だな。そんなわけで時代はノップが上洛し、剣女藩や朝倉がイライラしてるところからスタート。さあ藤高よ、チュートリアルで浄化施設を一瞬で建てるのだ。かしこまりました。こらこら。チュートリアルでもらう施設は米問屋に決定。容量収入増えるから、序盤の米不足が和らぐぜ。施設はいただいた、貴様はもう用なしじゃ。さらばチュートリアル。制作は足利家は4条スタートなので、他城主に委任建設をさせるため制度改新を開放。委任での建設は金かからんから必須なやつ。同時に裁量権以上も開放。委任での建設に使う労力が消費されなくなるので、制度改新するなら一緒にやるとお得なやつ。労力は軍の掌握とかでも使うので大事。ほっといても代官がやってくれるけど遅い。さてこれで最初の命令は終わりってあれめっちゃお金持ってる。なんで？調べてみたら勢力目標、ゲーム開始秒で達成してた。は？バグか？目標の達成条件は維新戦。我らの征夷大将軍、最初から維新は1500超えでございます。鶴将軍、いきなり10万ゲットでスタート。鶴将軍、鶴が止まらない、初手外交で六角さんを10増多く。六角貴様が裏切ったから織田を頼ることになったんだ。責任を取るのじゃ。これはひどい。まあこれやらんと多分速攻ノップに食われるし、一色さんとかはさすがにダメか。同盟関係の弱小勢力が結構いるけど他は無理そうだ。そうそう今回のプレイ目標、イベント幕府中高の層を目指します。ノップと決別した後にノップが生きた状態で、城を一条にして城攻めすればできそう。イベント的にはまず2ヶ月後に本願寺が放棄してノップと敵対。その半年後にノップが比叡山焼き討ち。有名なやつ。このイベントうちの口木田二条が取られます。坊主との喧嘩なのに理不尽に城を取られる将軍草。でその2年後にノップとの確執で同盟が決裂。ノップとの戦いが始まる予定。ノップとの対戦となるまで猶予は約3年。それまでに戦える体制を整えるぞおお。では速攻で筒池に攻め込め延暦寺と朽木はどうせ織田に取られる運命。先陣を進ませ肉壁にせよ無慈悲。ある程度部隊が進んだところで将軍義明も出陣。ボスがおらんと合戦が発生しない仕様なので征夷大将軍でも強制出陣。幕府直進の方向州牧島、貴様もついて参れ。今回も国衆をこき使うスタイル。制度改新1が終わったので2を開始。これで上手はまだダメだけど領主は入れ替え可能。気のせいかもだけど無印の時は担当3人必要だったような。PK になって少し変わったんかな？さあ筒井よ、観念せえ城が囲まれる前に打って出てきたぜ。圧倒的兵力で踏み潰すぞ。結果焼き討ち予定の延暦寺が一人で肉壁、将軍様が高台から弓を放ち実質被害なしの簡単なお仕事。さすがずるくぼう、合戦もずるい。これにて筒井勢戦後兵力ゼロ。値切りでござる。筒井城は2方向から挟んで街道封鎖して攻撃。街道封鎖地味に効果あるぜ。そんで城囲んでたら本願寺放棄。剣女藩、チョップの構えでノップを牽制。これで本願寺と織田が対立だな。あ、そうだ、お金いっぱいあるし浄化施設建てよう。卑怯臭い維新埋蔵金で建て放題。PK になって将軍家かなり強くなった予感。
でも義明のあだ名は貧乏久保だったりするけん。うちの将軍そんなひどいあだ名なのかよ。そういえば PK になって表情集で火災と舞踊が設定できるようになったよ。そんなんも増えたのな。でも火災は利点よりも欠点が気になるからよく考えないと使えなさそう。舞踊の方が比較的使いやすいかな。この一式3の後家の誉れなんか良さげ？維新100ごとに能力プラス1って、うちの維新1500だぞ。これは強いに違いない。一式3舞踊抜定駅。なお、能力を最大のプラス15にするには月7500円かかります。それはさすがに払えません。だな。白攻め再開じゃあ。無駄に一式3を舞踊に設定しちまった悲しみを筒井にぶつけてやれー。結果6対1の鬼ごっこで筒井を翻弄。将軍様は勲功を稼ぐために要所を落としてから一番槍をかすめるように当てました。ずる将軍。その後は国衆の朽木元綱が格乱で筒井の体力を奪い、延暦寺勢と挟んで攻撃。そういえば公式の発売前生放送で悪夢の海水面が揺れる時とコラボやるって言ってたよ。それ前にコメント欄で視聴者さんにおすすめされて、お前めちゃハマって小説と漫画読んでたな。そんなわけでコラボ来たら朽木元綱が大暴れするかも？朽木谷一条からの天下取りできたら面白そうだな。まあ今国衆扱いだしキャラ画像変わるだけかも。っておい、国衆が頑張って筒井終わらせたのに将軍が手柄かすめ取ろうとしてるぞ。勲功は全て僕のものだ。そこをのけー。朽木が頑張ったのに、このずる将軍。いなくなる国衆にやる手柄はない。わかっちゃいるがひでえ話だ。そんなわけで大した被害もなく無事勝利。そしてもちろん MVP は我らの将軍様。一番槍制圧、全部持ってきおった。まあこんな下道を働いたのは意味がありまして、PK では恩賞で感情が渡せるようになりまして、この感情を渡すと、二つ名がもらえて能力や忠誠もアップ。でも渡すには功績が必要であります。将軍と出陣した代官が功績に増えてる。んなわけで余裕がある時は功績狙います。そしてほどなくして筒井上官ラーク。強行したから兵が削られたけど開始2ヶ月で1条目ゲットだぜ。勢いに乗ると受けに仕官したいという浪人が参りました。武田信玄のお父さん。忠誠低い人だからどっかから出奔したのかな？何はともあれ武田信虎77歳が幕府に加わった。やっぱり忠誠低かったので維新埋蔵金で馬買ってきてプレゼント。名柱石、名前が白なのに毛が黒い変な馬、徳川家康の相場。武田と言ったらやっぱ馬だよね。ゲットした筒井城は細川藤孝を城主に任命。幕府は人手不足だから藤孝に戦働きで頑張ってもらわないとな。制度改新と裁量権以上は解放済みなので、浄化施設も勝手に建てといてね。藤孝が過労で倒れる日も近そうだ。そんで制度改新の2が発令、続けて制度改新3も解放しましょ。三淵さんそろそろ寿命だから急いでやってね。死の間際までこき使うなよ、かわいそうだろ。これやらないと城主入れ替えできないからできるうちにやっときたいんだよ。せちがれー。そして筒井城攻めから1ヶ月だけど、今度は筒井家の高取城に進軍。世話しないな。歴史イベントで朽木谷城ノップに取られるし、その前に使い切らなきゃ。限界まで酷使。特に合戦とかすることなく、高取城、どうったどう。こうして筒井家は特に見せ場もなく滅亡した。そしてお楽しみの武将登用タイム。私の好きな島コンも無事ゲット。お、島左近か、めちゃ強武将、ゲットだぜ。高取城は和田是正を任命。ルイス・フロイスをノップに仲介したイメージしかない人。僕が六角に裏切られ放浪生活した時も一緒にいた中心さ。安定のコネ人事。おい。ノップと敵対する前に西の守りを盤石にしたいので、毛利さんと仲良くしましょ。幕府は役職を授与することができるので、不審がってる毛利さんに長門守護をプレゼント。外交姿勢が不審から有効10ヶ月になった。これなら親善6ヶ月で同盟までいけるみたい。これで西は安心。三淵殿が読みへ旅立たれましたまだ制度改新3が途中だったのに貴重な家老が言ってしまった。政策はこのまま解放されますのでご安心を。さすが三淵さん、引き継ぎも完璧。そして突如ムービーが流れて浅い滅亡。前はなかったやつっぽいからこれも PK で追加されたやつかな？ノップとの決別も近い。で翌月に比叡山焼き討ち発生。使え山焼き討ち前に浅い滅んでるの草。この世界のノップ元気すぎ。このイベントも昔はボイスなかった気がするけど、もしかしたら PK で追加されたんかな？まあ長いからカット。おい。そして国衆だった延暦寺さんは消滅、ノップが坂本城を制圧。ちょっと待て、それはうちの朽木谷城じゃ。
坂本城に名前変えたから俺のものだ。理不尽。まあ近すぎる城だから吸収されちまったんだろう。筒井さんが赤いの黒い城の破壊工作を愚信。南蛮からカノン砲仕入れて砲撃しようぜ。高山右近がなんかとんでもねえ副案出してきた。さすがキリシタン武将の走りのジュストウ今度の、南蛮からカノン砲を仕入れるとな。でもこれ費用5400でめちゃ高いぞ。でも成功すれば効果は絶大、維新埋蔵金あるし試してみましょ。カノン砲で城を破壊だ。城破壊が成功した時にすぐに攻めれるように国衆たちを派遣。ちなみに朽木さんは土地はノップに取られてますが、まだギリ出陣要請受けてくれた。終身。そんで今月2度のイベントでうんこマン荒木がノップを裏切った未帰合戦発生。結果新たに荒木家が誕生して色々と同盟締結。伊丹周辺の小田家の城が荒木に変わった。うちとは48ヶ月の同盟になったよ。さて将軍も黒いにご出陣と、赤いはしれっと山名の武田城をとして2城あるぜ。そして右近のカノン砲が火を吹き黒い城爆散。一撃で黒い城の耐久がほぼゼロになった。カノン砲マジ強す。城にこもること不可能と判断した赤いが打って出てきたので、合戦でサクッと処理。あとは囲むだけの簡単な押し子。月勢が退却しました一方的に殴ってる状態で退却すな。牧島州も撤退寸前です。赤鬼の最後の抵抗はマジすごかった。牧島もやられて最後は将軍の1対1のガチバトル。将軍も700くらい削られたけど無事勝利。思ったよりも苦戦した。いえ黒い城、どう打ったどう。右近キャノンで楽々しろ、ゲットだぜ。捉えた足立さん、交渉次第で登用に応じるとのこと。これも PK で追加された要素だな。そんなわけで身分を足軽対象として雇用、高取城の適当な軍に20年で登用。これで交渉値が150を超えたので忠誠がに上がったが、20年動かせなくなった。あ、ボンバー松永爆散イベント発生。松永久秀お亡くなり。市議山城はノップのものになりました。地味に嫌な場所に織田領が増えた。ノップと争う時も近づいてきたので毛利さんとの同盟開始。イベントで他と同盟組むと信用がゼロになったりするので、うっかりミスらんように早めに同盟だぜ。で黒い城はコネ人事で京極さん入城。スカ城主になれるろくな人材がいない。幕府は求人募集中。おい。将軍は耐久の回復してない武田城に連戦。赤井が山名から奪った城をかすめ取るずる将軍。すぐ出奔するハゲが求人応募してきたので、適当に20年勤務を押し付けました。おい。で白耐久削り切ったら赤井さんが出てきたのでまた合戦。そして無事勝利して武田城もゲーッと。こうして山名に拡張しようとしたばかりに、赤井家は将軍に全てをかすめ取られたのであった。お楽しみの武将登用で赤井さん親子も登用成功。右近キャノンのノリで始めた戦だったのに結果うまうまだったな。右近の力。やかましい。てへ。仲間になった赤井さんは高取城に入れて、和田是正は武田城に入れ替えっと。こっちの方がノップに近いから、そのうち激戦になりそうだもんな。そして武田城落城数日後にこっそり進軍させてた藤高たちが八上城を包囲。ひっそりと朝倉滅亡。史実より数年早いペース。秋になって米を取りに帰ってた将軍が八上城の包囲に参陣。新たな短期目標を考案しました。合戦で1回勝利してください。今城囲んでるしナイスタイミング。報酬の勲功が楽々もらえそう。白ドンして出てきた旗の秀春に問答無用で合戦。短期目標のためだ、許せ。そんで仲間が抑えてる間に軒口破壊。貨幣相手でも安定のずる将軍。おかげさまで目標達成。勲功ボロも受けだぜ。八上城も我らのものになりけり。楽々八上城、ゲットだぜー。では捉えた旗野さんたちを登用しつつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。PK 版の一番の売りの甲状戦を行わず1話目が終わったこの動画。果たして甲状戦をする日が来るのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめだぜ。いやいや次回は甲状戦もあるからご安心を。へっへ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。